この前僕の体から光が漏れ出した現象、あれは一体何だったんだろう。ラナンさんは何か知ってそうだったけど、まだその時じゃないってはぐらかされちゃったしな。クリスタルの戦士として成長してる証なのかな。さすがにこのまま放っておくわけにもいかないしな。どうしよよー新人、さっきからブツブツと一人で何言ってんだ？あ、ベリスさん、実はちょっと悩み事が。ああ、いい俺には話さなくていい。え？相談に乗るとかそういうのはセティアとかラナンの仕事だ。俺は面倒なことは抱えないタイプなんだ。後輩のお悩み相談なんて俺の管轄外ってわけだから、俺には何も言うな。俺は何も聞かなかった。いいな。はあ、じゃあ後でお二人に聞いてみます。ぜひそうしろ。その方がお前にとっても建設的だ。ところでだ、新入り、お前に話がある。もしかしてコアクリスタルの回収についてですか？話が早くて助かるな。さすがは期待の新人だ。そんな期待だなんて大げさですよ。翔さんは素直に受け取っておいた方がいいぜ。大人になるとな、誰かから褒められることなんて全然なくなっちまうからな。ちょっと話がそれちまったな。今回の回収任務もお前とラナンが向かった時より過去になるそうだ。分かってるとは思うが、不必要な干渉出現はなしだ。あくまでもコアクリスタルの回収のみに尽力すること。いいな。はい、今回も必ずコアクリスタルを回収してみせます。やる気があるのはいいことだ。さすが、あの3人が見込んだだけあるな。よし、じゃあとは任せたぞ。頑張れよ。いや、ちょっと待ってください。なんだよ、説明は終わったんだから。俺の役目はもう終わりだろ。今回って僕一人で行くことになってるんですか？いや、俺も同行することにはなってるけど、回収任務とかめんどくさいだろ。クリスタルの戦士としてあるまじき発言なんですけど。お前は3つのコアクリスタルを回収してる立派な戦士だ。だから一人でも大丈夫。俺はここで見守ってるから、胸を張って行ってこい。そんな無茶苦茶な。俺はクリスタルの戦士の中で最古参だ。つまり一番先輩ってことになるんだな。どんだけめんどくさがり屋なんですか、ベリスさん。お、どうした？まだ出発していなかったのか？ラナン。ベリス、まさかルシオに回収任務を押し付けようとしているんじゃないだろうな。そんなわけねえだろ。ちょっと新米をからかってただけだよなあ、ルシオ。ええ。君というやつはいいから早く行ってこい。時間は有限なんだからね。はいはい。そうだルシオ、今回の回収任務についてなんだが、気だけは抜かないように気をつけたまえ。何かあるんですか？コアクリスタルの所在がわかるまでに時間がかかってしまうことが気になっていてね。嫌な予感程度で済めばいいが、とにかく気をつけてくれ。
それってどういう。ほら新入り、堅物野郎が説教を始める前にさっさと転移しちまうぞ。ちょっとラナンさんにまだ聞きたいことが。というわけで、ここが今回お邪魔するリオニス寮だ。帰ったらラナンさんにもう一度質問しないと。すまんすまん。あのままだと面倒な考察を長々と聞かされそうだと思ってな。なんだかベリスさんと一緒で本当に大丈夫か不安になってきました。おいおい、手厳しいな。言いたくなる気持ちもわかるけどよ。まあこんなんでもクリスタルの戦士の最古参を張ってられるんだから安心しろ。変な説得力を持ってますね。過ぎたことをいつまでも気にしてんなよ。ちょっと待て。どうされました？コアクリスタルの反応を感知したんだが、待てよ、こらちょっとまずいかもしれねえ。というと？コアクリスタルの反応はすぐ近くからするにはするんだが、同時に凄まじい速度で魔物が迫ってきてやがる。それってすごくまずいじゃないですか。そうだな。だが魔物より早く向かうのは骨が折れるし。何言ってるんですか？冗談だよ、冗談。後でラナンにチクられても勘弁だしな。コアクリスタルが飲み込まれちまう前にさっさと回収しちまおうぜ。コアクリスタルは？あったぜ、あそこだ。石ころみてえに転がってやがる。じゃあ早く回収しましょう。そうしたいのは山々なんだが、ちょっとばっか遅かったみたいだな。魔物、しかもかなり大きい。って待て！ああ！どうしましょう。コアクリスタル食べられちゃいましたよ。ああ、一番めんどくせえことになっちまったが、力ずくで吐き出させるしかねえな。準備運動ついでだ。ひっくり返させてやるから覚悟しとけよ、魔物野郎。これでしまいだ。強い。何ぼーっとしてやがる。瀕死まで追い込んでやったんだ。さっさととどめを刺せ。はい。なんだ？魔物が仲間を呼んだ？ただ呼んだだけじゃねえ。自分を守らせようとして群れのお先取りかよ。数が多すぎて近寄れない。撤退した。追いかけないと。やめとけ、深追いは禁物だ。あの数相手じゃ不利もいいとこだ。とりあえず怪我はねえか。お前に何かあったらラナンがうるせえからよ。はい、かすり傷程度です。それにしてもまさか撤退するとは思いませんでした。コアクリスタルによって凶暴化した魔物は見てきましたが、こんな行動を取られたのは初めてです。今までのお前からの報告にミスがねえならそうなんだろうな。しかし負けそうになったから撤退って妙に頭が回りやがる。魔物らしくもねえな。
もしかして誰かがあの魔物に指示を出してたりしてな。ラナンさんが言っていた嫌な予感がするとはこのことだったんでしょうか。冗談のつもりだったんだが、可能性としてはあながち捨てきれんか。厄介な子って。つっても近くに他の気配はねえ。あのデカブツが妙に頭の回る変わり者ってことを祈っておくか。とりあえずあいつらを見失うのはまずい。ご丁寧に足跡を残してくれてんだ。さっさと追うとするか。いきなりデカブツに喧嘩は売るな。追いかけつつ取り巻きの数を減らせ。後が楽になるはずだぜ。はい、かっこ撃破でいきましょう。報告。国境付近でフェネス軍を確認。こちらへ向かってきているようです。どうされますか？当然迎え撃つ。出撃の準備をするよう全員に伝えろ。はっ。それともう一つご報告が。なんだ？魔物の群れが近郊まで迫っており、このままでは付近の村を飲み込んでしまいかねないとの報告が。村の者はそのことを知っているのか？いえ、それはまだ。そうか。ならば捨ておけ。今はフェネス軍の対処が先決だ。しかし。異論でもあるのか？いえ、すぐに出撃の準備に取り掛かります。さてモントよ、話は聞いていたな。直ちに早急を引き、フェネス討伐に向け出陣せよ。父上は本当に村を見捨てるおつもりなのですか？同じことを何度も言わせるな。村については諦めろ。リオニスの民を見捨てるなんて早急に避難させるべきです。そうです、父上。多少の兵を向かわせてでも。フェネスからの侵略にさらされている現状、小さな村のために戦力を割くわけにはいかぬ。わかるな？村は守れずともせめて民を避難させるべきです。救えるはずの命から目をそらし、あろうことか見捨てるなどと。モントよ、お前の主張は人としては正しいのだろう。だがそれだけでは国は守れん。ですがならばわしが早急を引き前線へと向かう。そして郵送には城の防衛を任せる。無論村を守るために軍を派兵することは禁ずる。あとはお前の好きにしろ。はい。話は以上だ。父上、いや、落ち込んでいる暇はない。今こうしている間も民は危険にさらされているんだ。軍は使えない。僕が動かせる私兵は数人程度。それだけで何とかしないと。一人たりとも死なせるものか。絶対に救ってみせる。兄貴！してる。これだけの人数では危険だ。兄貴、俺も一緒に。いいんだ。シュテルにはシュテルのやるべきことがある。それにこれは僕のわがままだ。君を巻き込むわけにはいかないよ。
今からでも遅くはない。父上に軍を動かせるように頼み込むべきだ。父上の判断は何も間違っていない。国を守るためには仕方のないことだ。兄貴、心配しなくても大丈夫だよ。民を連れてすぐに戻ってくるさ。城の守りは頼んだよ。してる。勇壮を率いる者として必ず任務を全うするとここに誓おう。すまない兄貴。動物たちの姿がない。魔物の群れの襲来を本能で感じ取っているのか。急がないと。誰一人として民を死なせるわけにはいかない。あれ、人？見慣れない顔だな。一体君たちは？待ってください。怪しいものじゃありません。その言い方だと逆に怪しまれちまうと思うがな。人事みたいに振る舞ってないで、ベリスさんも何か言ってくださいよ。しょうがねえな。なあ兄ちゃん、魔物の群れとかに心当たりはねえか？魔物の群れだって。でけえ魔物が1体と小せえのが何十体かこの近くを通ってるはずなんだが。君たちフェネスのものではないのか？フェネス？ああ、なるほど。違う違う、俺たちはどこにも所属してねえ流れ者だよ。大事なもんを持ち去りやがった魔物を追いかけてここまで来ちまったって感じだ。魔物の群れを追っていると言っていたね。ああ、何か心当たりでもあんのか？おそらく僕たちの目的は一緒だ。僕は魔物の群れから民を避難させるために近郊の村へ向かっている最中なんだ。ほう、見たところただの親切な人って感じじゃなさそうだが。申し遅れてすまない。僕はモントリオニス。宣告、報告があって。というわけなんだ。魔物の群れが近くの村に迫っているだなんて。ああ、僕たちのせいで。何か事情を知っているのかい？あ、ベリスさん。別に隠すようなことでもねえし、言っちまって大丈夫だ。責任なら俺が取ってやるよ。面倒だがラナンから説教されるのには慣れてるからな。ありがとうございます。では説明させていただきますね。僕たちのこととコアクリスタルについて。君たちはクリスタルの戦士と呼ばれる存在で、コアクリスタルを回収するためにこの世界に来たと。まあそのコアクリスタルは魔物にまんまと食われちまったんだが、魔物はコアクリスタルの影響で凶暴化しちまってて手に負えねえ。さあどうしようってところであんたたちに遭遇したってわけだな。すみません。僕たちのせいであなたの国の人たちを危険にさらしてしまって。君たちが気に病む必要はないよ。そのような危険な魔物を野放しにしていたこちらにも席がある。しかし君たちの情報が正しいとなると悠長にしている時間はないな。
群れが到着してしまう前に何としてでも民を避難させないと。僕たちにも手伝わせてください。元を正せば僕たちの失態です。あの魔物を逃がしたからリオニスの皆さんに危険が及んでしまった。僕たちの都合で罪もない人々が傷つくのだけは絶対に阻止しないと。だからどうせ目的地は同じだしな。それに数が多いに越したことはねえ。それは願ってもない申し出だよ。むしろこちらからもお願いさせてほしいぐらいだ。ルシオ、それにベリス、民を救うため君たちの力を貸してくれ。はい、よろしくお願いします。まあ俺の方は数合わせぐらいに思っておいてほしいけどな。あなたがただものではないことぐらい僕でもわかる。頼りにさせてもらいますよ。やれやれ、若いもんのおもりとは。今日の俺はついてないがしょうがねえ。では先を急ごう。はい。へえ、モントさんは王子なんですね。考えが甘いだとかふぬけているとかいつも父上に怒られてばかりだけどね。王子ということはいつかは王になるんですよね。それはどうかな。僕よりも弟の方が王にふさわしいからな。王になるかどうかはわからないけど、僕はリオニスをどんな国とも友好関係を築けるような国にしたいと思ってる。列強と争うのではなく手を取り合える、そんな国にね。素晴らしい夢だと思います。それってつまり誰も傷つかずに済む国ということですよね。驚いたよ。普通だったら夢物語だって笑い飛ばされるような夢なのに。誰も争わない、常にみんなが笑顔でいられる世界が本当に来るなら、これほど素晴らしいことはないですよ。賛同してくれて嬉しいけど、どうしてそう思うんだい？少し前に圧政に苦しむ国をこの目で見てきたんです。人々の笑顔が消え、それでも国の外は争いの危機にさらされていて、逃げ出すこともままならない。モントさんの理想が叶うのなら、人々にあんな悲しい目をさせずに済む。僕はそんな世界を見てみたい。心の底からそう思うよ。そうだね。いつか必ず。君は自分が思うよりずっと王にふさわしい人だと僕は思う。誰かの幸せを願える人はとても強い心を持っているって教えてもらったから。そうか、ありがとう。君は良い出会いに恵まれたようだね。すみません、王子相手に君だなんて。それに言葉遣いも勝手な考えだけど、どこか僕たちは似ているような親近感を覚えてしまって、つい。そんなこと気にしなくていいよ。僕の夢を笑わないでいてくれたんだ。似ている気がするのは間違いじゃないかもしれないね。ありがとう、モント。報告します。村近くの森で魔物の群れを確認。群れはその規模を増しながら村へまっすぐ向かっているとのこと。想定していたよりも早いな。監視はそのまま続けてくれ。はっ。急ごうルシオ。間に合わなくなる前に村にたどり着かないと。ああ、村の人たちを絶対に助けよう。
着いた。村人に避難誘導を。残りは魔物の警戒に当たるんだ。魔物はまだ村には来ていない。間に合ったみたいですね。あの大型のスピードに合わせてるんだろう。あれでも一応は手負いだからな。これなら村の人たちの避難も大丈夫そうですね。そううまくいくかね。このタイミングで魔物の群れが。間が悪すぎる。あのデカブツはまだ来てないみたいだな。こっちの戦力を測るためにとりあえず雑魚をけしかけたって感じか。ルシオ、ベリス。モント、避難誘導は？まだ半数も終わっていない。到着が想定よりも早すぎたんだ。民の避難が完了するまで時間を稼がなくてはならない。すまないが手伝ってくれ。もちろん、何時間でも稼いでみせるよ。じゃあ俺は避難してる奴らを守ることにするかね。というわけでしんがりは俺が務めるぜ。それでいいな。ああ、民のことを頼んだよ。まあ善処はするさ。お前こそ頼んだぜ。来るよ。倒れろ。倒しても倒しても数が減らない。それどころかどんどん増えてきているぞ。ベリスが守ってくれているとはいえ、このままでは。だけどモントの理想のためにもこんなところで倒れるわけにいかないだろ。ルシオ、やれるさ。僕たちなら二人で力を合わせれば大丈夫。ああ。ここから先は一匹たりとも通さない。脇を抜けられて。もっと一匹そっちに行ったよ。この攻撃は。ふう、危ねえ危ねえ。先輩としてちょっとはカッコつけねえとな。ベリースさん、村の皆さんの避難は？俺がここにいることが答えだ。後のことはモントの紙幣に任せて加勢しに来てやったぜ。感謝するよ、ベリス。王族からの礼だ。ありがたく受け取っておきたいところだが、そうはいかねえみたいだぜ。あいつは。傷が癒える前にご登場ってか。ご丁寧に護衛まで連れてきやがって。ただでさえ数が多いっていうのにさらに増えるだなんて。あれがルシオたちが言っていたコアクリスタルを取り込んだという魔物か。くそ、あと少しなんだ。王子様は限界そうだな。あの数相手によくやったもんだ。ルシオ、俺たちで奴の相手をするぞ。はい。あとは任せてモント。君たちだけに任せるわけには。まあそこで黙って見てろって。クリスタルの戦士の実力ってやつをな。雑魚に守られてねえと何もできねえデクノボーが好きだらけだぜ。
その程度で動きが止まっちまうのか。ならこいつも食らいな。ベリスさん、他の魔物が村の外に向かってます。手間かけさせやがって逃がすかよ。ちゃ面倒な相手だぜまったく。妙な知恵を働かせやがって。すごい。これがクリスタルの戦士。でもさすがに数が多すぎる。どうしたら。どうやら間に合ったみたいだな。その声はしてる。遅れてすまない兄貴。どうしてここに。郵送の任務は。死に言われてしまったんだ。迷いのある太刀筋では何も切ることはできないと。いつものようにな。頭を冷やすように勧められたからこうして冷やしに来たというわけだ。してる。ありがとうしてる。それでいつまで膝をついているつもりなんだ。これからちょうど立とうと思っていたところだよ。群れの長はルシオたちが相手をしてくれている。僕たちは取り巻きの相当だ。いいね。なあ、せっかくだから仕留めた数で勝負でもするか。望むところだよ。行くぞ。あれがモントの弟さん。凄まじい連携だ。劣勢だった戦況が一気に好転した。まだ未熟なところもあるが、息の合った立ち回りがその欠点を補っちまってる。やるじゃねえかあいつら。肩を並べて戦っている姿を見るとまるで歴戦の猛将みたいだな。僕も負けていられないな。ベリスさん、僕らはあの大物を。おう、後ろから援護するぜ。お前は思いっきりやってきな。はい、行きます。やっちまえルシオ。はい、これで終わりだー無事に討伐できました。魔物たちが逃げていくな。親玉が倒れたことで戦意でも喪失したか。どうにか危機は脱したみたいだ。今回は俺の勝ちだな兄貴。やっぱりしてるにはかなわないな。二人ともすごい活躍だったよ。あれだけの数の魔物をたった二人で相手取るだなんて。その言葉はそっくりそのまま返させてもらうよ。あの大物を討ち取るとは驚いたな。クリスタルの戦士の底力、確かにこの目で見させてもらった。君たちのおかげで民を避難させることができた。本当に感謝する。なんだ。まさか倒したはずの魔物が立ち上がっただと。姿が変わった。そんなことが。それだけじゃない。周囲にある魔物の死体から何かを吸収している。まずいな、俺たちも限界が近い。でも引くわけにはいかない。民のためにもここでこいつを討伐しないと。
よけろモント。あの攻撃を受け止めた。ルシオ。もうこれ以上は誰も傷つけさせない。みんなを守るんだ。誰一人として死なせない。うわー！この胸の輝きはその全てを解き放つ。今クリスタルと共に。なんだあの光は。あの大物をたった一撃で。ラナンの野郎が言ってたのはこのことだったのか。新米がようやくクリスタルの戦士らしくなってきたじゃねえか。みんな大丈夫か。僕たちは大丈夫だけど、ルシオ、今のは。わからない。みんなを守りたいって強く願ったら体の奥から力が湧いてきたんだ。そいつはお前がクリスタルの戦士として覚醒した証だよ。クリスタルの戦士として覚醒？要するに新米卒業おめでとうってこったな。なるほど。ってあれ足に力が入らない。満身創痍の状態で覚醒した力を使ったんだ。立てなくなって当然だっつの。その力を自由に使えるようにまた修行に励むこったな。ま、おじさんからの堅苦しい話はここまでにしてだな。コアクリスタルは無事に回収できたことだし、さっさと帰るとするか。そうか。君たちはこの世界の住人ではないのだったね。ここでお別れか。ルシオ、また会おう。もちろん。君が思い描く未来をこの目で確かめないといけないからね。また会いに来るよ。君の夢が叶ったその時にでも。ああ、約束するよ。君と再会するその時までに夢を叶えてみせるって。楽しみにしておくよ。友達の夢を目の当たりにするその時を。絶対に叶えてみせるさ。どんな困難が待ち受けていようとも絶対に。何者だったんだあいつらは一体。かけがえのない友人さ。とても遠い世界からやってきたね。準備が整ったようだな。これでようやく始められる。私は解放する。運命の鎖にとらわれし彼らを。私は果たすあの時の約束を。自由は私の手の中にある。いやー、実にめでたいことだ。ルシオがついに覚醒するだなんて。私は信じていたわよ。ルシオはできる男だってね。覚醒？ルシオ、今すぐやってみせて。いやあの時は無我夢中でどうやったのかちょっとまだ感覚がおぼつかなくて。そう、残念。でも大きな伸びしろがあるって分かったのは大きいわよね。その力を自在に使えるようになればルシオはもっと強くなれる。つまり力の使い方をひたすら体に叩き込むということ？
ルシオ、大人気じゃねえか。地獄への扉が半分開いた気がするんですが。報告することは山積みだろうが、ひとまずはお疲れ様だ。ベリスも珍しく最後まで働いて疲れただろう。ゆっくり休みたまえ。そうさせてもらうぜ。もう二度と肉体労働はごめんだね。ルシオ、疲れているだろうが、その前に一つ。はい、コアクリスタルを戻すですよね。すぐにやります。コアクリスタルをここに置いてと。これで全部のコアクリスタルが集まったんだから、世界の均衡も元通りになるのよね。光の意志はそう言っていた。妙だな。何も起こらない。コアクリスタルの数が足りないってこと？いや、それはありえない。すべてのコアクリスタルはここにある。まさかコアクリスタル自体に問題が？見てください、コアクリスタルが輝きを失っていきます。一体何が起こっているんだ？